こんにちは。地球をめぐる旅へようこそ。今日は自然災害が頻発する国と逆に自然災害が少ない国トップ5をランキング形式でご紹介します。地震、台風、津波など私たちの生活を脅かす自然の力とそれに対する各国の対策について詳しく解説します。特に日本においては南海トラフ地震のリスクが常に指摘されており、その影響範囲や備えについても触れていきますので、ぜひ最後までお見逃しなく。自然災害が頻発する国トップ5第5位、フィリピン。フィリピンは自然災害のリスクが非常に高い国の一つです。太平洋の火山帯と台風の道に位置しているため、地震、火山噴火、そして特に台風による被害が頻繁に発生します。毎年約20の台風がフィリピンを直撃し、その多くが洪水や土砂災害を引き起こします。これらの災害は農業や漁業に大きな打撃を与え、国全体の経済に深刻な影響を及ぼします。また、火山の噴火も定期的に発生し、1980年代のピナトゥボ火山の大噴火は世界中で大きな話題となりました。フィリピン政府は災害対策に力を入れていますが、気候変動による影響もあり、依然としてリスクは高い状態が続いています。第4位、インドネシア。インドネシアは地震や火山噴火が頻繁に発生する国として有名です。環太平洋火山帯広場に位置しており、地震活動が活発です。インドネシアには約130の活火山が存在し、その中でもジャワ島にあるメラピ火山やスマトラ島のシナブン火山が特に有名です。また、2004年に発生したスマトラ島沖地震と津波は、インドネシアに壊滅的な被害をもたらし、数十万人の命を奪いました。この津波は、インド洋沿岸の多くの国々にも影響を及ぼし、世界的な支援活動が行われました。インドネシア政府は防災教育や災害対応の強化に努めていますが、地震と火山のリスクは依然として高く、住民の生活に大きな不安をもたらしています。第3位、中国。中国は広大な国土を持ち、そのため様々な自然災害に見舞われることが多い国です。特に洪水と地震が頻発する国として知られています。中国には長江や黄河といった巨大な河川が流れており、毎年のようにこれらの河川で洪水が発生します。これにより多くの農地が被害を受け、数千万人が生活の場を失うこともあります。また、中国南部や西部は地震が多発する地域で、2008年に発生した四川大地震は特に甚大な被害をもたらしました。この地震では8万人以上が犠牲になり、数百万の人々が家を失いました。中国政府は洪水対策として大規模なダム建設を進めていますが、それでも自然災害のリスクを完全に回避することは難しい状況です。第2位、日本。日本は地震、津波、台風、火山噴火など様々な自然災害が発生する国として広く知られています。特に南海トラフ地震のリスクは日本にとって最大の脅威の一つです。南海トラフは東海地方から四国沖、九州沖にかけて広がる海底の巨大断層帯で、過去にはこの地域で発生した大地震が日本全国に甚大な被害をもたらしてきました。現在も専門家たちは南海トラフ地震の発生を警戒しており、その規模と影響範囲の広さから非常に深刻なリスクとされています。政府や自治体は防災教育や避難計画の整備を進めていますが、地震の予測は難しく、いつ発生するかわからないという不安が常にあります。また、日本は年間を通じて台風が多く発生し、その影響で洪水や土砂災害も頻発します。第1位、バングラデシュ。バングラデシュは世界で最も自然災害に脆弱な国の一つとして知られています。特にサイクロン、洪水、土砂崩れなどが頻繁に発生し、その影響で毎年何百万人もの人々が被害を受けています。国土の大部分が低地であるため、
洪水のリスクが非常に高く、モンスーンシーズンには広範囲で浸水が発生します。さらに地球温暖化に伴う海面上昇もバングラデシュにとって大きな脅威となっており、沿岸部の村が次々と海に飲み込まれています。過去には1970年に発生したボーラサイクロンや1991年のサイクロンが特に甚大な被害をもたらし、数十万人が犠牲になりました。バングラデシュ政府は国際社会からの支援を受けながら防災対策を進めていますが、依然として自然災害への対応が大きな課題となっています。自然災害が少ない国トップ5。第5位、エストニア。エストニアはバルト海に面した北ヨーロッパの小さな国で、自然災害のリスクが非常に低い国の一つです。地理的に安定した場所に位置しており、地震や火山のリスクはほとんどありません。エストニアは四季がはっきりとしており、冬には雪が降ることもありますが、これによる大規模な災害は稀です。洪水や強風などの自然災害もあまり報告されておらず、災害に対する心配が少ない環境です。そのためエストニアは安全で平和な国として知られ、多くの人々が安心して暮らすことができます。またエストニアはデジタル先進国としても知られており、自然災害に対するリスク管理や情報通信のインフラが非常に発達している点も特徴です。第4位、カタール。カタールは中東のペルシャ湾に位置する小さな国で、自然災害のリスクが極めて低い国の一つです。砂漠地帯に位置しており、地震や火山のリスクはほとんどありません。また洪水や強風などの自然災害も稀で、年間を通じて安定した気候が続きます。カタールの気候は非常に乾燥しており、夏は非常に暑くなりますが、これは災害というよりは日常的な気象条件として受け入れられています。政府も高温対策としてエネルギー効率の高い建物や空調設備の普及に力を入れており、国民の生活の質を高めるための取り組みが進められています。またカタールは石油や天然ガスの豊富な資源を背景に、経済的にも非常に安定しているため、災害リスクの少ない安全な国として多くの外国人も働きに訪れています。第3位、アイスランド。アイスランドは自然災害のリスクが少ない国としても知られていますが、特に地震や火山噴火に対するリスクが存在する一方で、これらの災害は厳密な監視と予防措置によって管理されています。アイスランドは北大西洋に位置し、氷河や温泉などの自然の美しさが魅力です。特に地熱エネルギーの利用が進んでおり、自然災害による影響を最小限に抑えつつ、再生可能エネルギーの利用を推進しています。火山活動や地震はアイスランドの自然環境の一部として受け入れられており、過去に大きな被害をもたらした災害もありますが、政府と科学者が協力してリスク管理を言っています。そのためアイスランドは自然災害リスクが低い国として認識されており、多くの観光客がその自然の美しさを求めて訪れています。第2位、バルバドス。バルバドスはカリブ海に位置する島国で、自然災害のリスクが比較的少ない国の一つです。カリブ海の多くの国々がハリケーンや地震のリスクにさらされている中、バルバドスは地理的に幸運な場所に位置しており、これらの災害の影響を比較的受けにくいです。年間を通じて温暖な気候が続き、美しいビーチや豊かな自然が観光客に人気です。ハリケーンシーズンには注意が必要ですが、バルバドスはこれまで大規模な被害を受けることは稀であり、そのため観光地としても安全性が高いとされています。政府は気候変動による影響を注視しており、持続可能な観光業を推進するための取り組みを進めています。またバルバドスは平和で安定した政治環境も持ち合わせており、自然災害のリスクが少ないことから多くの人々が安心して生活できる場所となっています。第1位、シンガポール。シンガポールは自然災害のリスクが非常に低い国として世界的に知られています。東南アジアに位置する都市国家であり、地震や火山噴火、
台風といった大規模な自然災害がほとんど発生しません。シンガポールは赤道近くに位置しているため、年間を通じて気候は安定しており、大きな天候の変動も少ないです。また政府は都市のインフラを整備し、防災対策にも力を入れており、洪水やその他の小規模な災害に対しても万全の準備が整えられています。加えてシンガポールは高度な都市計画と規律ある社会システムが特徴であり、災害リスクを最小限に抑えながら国民の安全を守るための取り組みが行われています。シンガポールはその安定性と安全性からビジネスや観光の面でも非常に人気が高く、多くの人々がこの都市国家に魅了されています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。自然災害は避けられない部分もありますが、私たちができる準備や対策はたくさんあります。今回の動画が皆さんの防災意識を高めるきっかけになれば嬉しいです。また自然災害が少ない国での安全な旅行計画にも役立てていただければと思います。もしこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の旅でまたお会いしましょう。